こんにちは、ほやです。今回は、このタイドプールで、生き物を探します。マスクとシュノーケルを装備して、水中を覗き込みながら、ウミウシをメインに探します。それでは早速、始めましょう。おー。青いな。入ってすぐに、サガミミのウミウシを見つけました。1センチくらいの、小さめの個体です。オレンジピンクのミノが、とても綺麗です。ミノウミウシの仲間の、ミノの部分は、中腸腺と呼ばれる、消化器官になっているので、食べたものの状態によって、色が濃くなったり、薄くなったりします。もう一匹見つけました。今シーズンは、サガミミのウミウシが、大当たりのようで、このタイドプールでは、毎回、結構な数のサガミミのウミウシを見つけています。何が原因なんやろな。二筋ミのウミウシを見つけました。水温が上がってくる、これからのシーズンに、数が増えてくるウミウシです。数が増えてくるとは言っても、大きさは1センチくらいと小さく、石の裏側とかに、隠れているウミウシなので、探そうとしなければ、なかなか見つからないと思います。もう一匹見つけました。体の前方にある、頭触手と呼ばれる器官を使って、周りを探りながら、元気に歩いています。狭い隙間を、通り抜けようとしていますが、通り抜けられるのでしょうか。器用に通り抜けましたね。もっと広いところを歩けば、楽に移動できそうなのですけどね。青ウミウシを見つけました。1センチ以下の、ちびっこサイズです。このくらいのサイズの頃は、体の色も薄く、模様も黄色の線が1本入っているだけで、シンプルですね。ウミウシの、定番中の定番ではありますが、ここのタイドプールでは、実はそれほど見かけることがありません。青ウミウシは、海面を食べることが知られていますが、このタイドプールには、青ウミウシが食べるタイプの海面が、少ないのでしょうか。それとも、別の要因で、青ウミウシが好まない環境になっているのでしょうか。謎です。尺状ミノウミウシを見つけました。1センチ程度の小さなウミウシですが、体中に散りばめられた白い斑点がとても綺麗なウミウシです。観察しているうちに石から降りてしまいました。このタイドプールでは冬のシーズンに一度だけ見かけたことがあったので、寒いシーズンに見られるウミウシだと思っていましたが、水温が高くなった今の時期にもいるということは、一年中いるのでしょうか。どちらにしても、数はそれほど多くないウミウシです。正面から撮影してみました。正面顔は、二筋ミノウミウシと、よく似ていますね。触覚に、リング状の構造がくっついているのも、なかなかおしゃれだと思います。なんやこれ、と、なったウミウシです。見つけた時は、白線ミノウミウシだと思っていましたが、よくよく観察すると、体に白い線が見当たりません。帰ってから、図鑑で調べてみると、キリヒメミノウミウシという、ウミウシみたいです。初めて見ました。
大きさは1センチくらいで、ミノの真ん中あたりに、オレンジ色の点が入っているのが、見分けるポイントです。こうして見ると、なかなか、渋い色合いをしていて、かっこいいですね。このタイドプールで、何年もウミウシを探していますが、未だに、初めて出会うウミウシもいるのだから、ウミウシ探しは、奥が深いです。こちらも、なんやこれ、と、なったウミウシです。指輪ミノウミウシに似ているウミウシですが、ミノの先端のリングの色が、黄色になっています。図鑑で調べると、角羽ミノウミウシが近いようですが、ちょっと古い図鑑には載っていますが、最近の図鑑では、掲載されていません。分類について、何らかの変更があったものと思われます。この日のタイドプールで、一番たくさん見つけた種類のウミウシが、このウミウシです。場所によっては、石をひっくり返すたびに、見つかるというレベルでした。卵らしきものが見えますが、このウミウシの、卵なのでしょうか。別の角度から撮影すると、この卵の周りに、3匹いることがわかります。3匹全部を、探してみてください。四つ股ミノウミウシを見つけました。8ミリくらいの小さなウミウシで、特徴的なミノの形をしています。実は私、最近まで、これがウミウシだと知りませんでした。知ってからは、このタイドプールでちらほらと見かけていますので、ウミウシ探しは、ウミウシの形を意識できることが重要だと再認識しました。なんだこりゃ、と思いましたが、これも、四つ股ミノウミウシらしいです。さっきのと全然違うやんか、とも思いますが、図鑑でも両方のタイプが、四つ股ミノウミウシと紹介されています。そうは言っても、見た目からして、全然違うので、今後、研究が進めば、別の種類となっている可能性もあります。こういうところも、ウミウシの、面白いところですね。健康サンダルみたいな、ブツブツが、たくさんついたウミウシを見つけました。このタイプのウミウシで、相模湾でよく見かけるのは、万葉ウミウシと千葉ウミウシなのですが、背中の色分けが、どちらとも違っています。帰ってから図鑑で調べたところ、により千葉ウミウシというウミウシらしいです。この手のウミウシは、じっとしていることが多いのですが、この個体は、活発に動いていますね。体の縁を、ひらひらさせながら動く様子は、面白いです。別のグループの方が、ミナミハコフグの幼魚を捕まえていましたので、見せていただきました。かわいいなぁ。死滅回遊魚も、少しずつ入り始めてきましたので、このチャンネルでも、次回以降に紹介したいと思います。今回は、このくらいにしておきましょう。暑い日が続き、海に行きたくなりますが、安全に十分配慮して楽しみましょう。遊びで、怪我をしてはいけませんよ。今後も海の生き物動画を上げていきますので、チャンネル登録をよろしくお願いします。それではまた、どこかの海でお会いしましょう。